皆さんこんにちは。こんにちは。アニメイトジフ使ってますか？いろいろなアニメーションツールが出ていますが、アニメイトジフは応用性の広さが一番深いですよね。その分とっつきにくいですけどね。今お見せしているのはアニメイトジフで生成した動画ですが、結構綺麗ですよね。すっごく可愛いです。なるべくアニメイトジフが身近な存在になるように紹介していきたいと思います。アニメイトジフは動きを学習しているモーションモジュールを使ってテキストや画像から動画を作ることができるのですが、モーションモジュールも進化しています。本日はアニメイトジフで新しいモーションモジュールが出てきましたので、新しいモーションモジュールの特徴を検証していきたいと思います。 V15 のバージョン2よりも動きがさらに良くなったということですか？どうでしょうか。しっかり比べていきましょうね。今までにモーションモジュールには V14、V15、V15 のバージョン2があり、V15 のバージョン2を使われていることが多いです。以前の動画で V14、V15、V15 のバージョン2の比較をしていますよね。そうでした。懐かしいですね。今回は新たに V3 というモーションモジュールが登場しましたので、画像を比較していきたいと思います。また V3 モーションモジュールの動きをさらに制御する V3 のローラも使ってみたいと思います。画面を動かしたりするモーションローラと同じようなローラですか？ちょっと使い方が違うみたいなので後でチェックしましょうね。動画を作り始めた時はまだオリジナルのアニメイトジフとコンフィ UI でしか使うことができませんでしたので、まずはコンフィ UI で使っていきましょう。コンフィ UI は難しいので使っていませんよ。そうですね。そのような人が多いと思いますが、実はコンフィ UI でアニメイトジフを動かすのは全然難しくないので、一緒にやってみましょうよ。アニメーションのプロフェッショナルな人はみんなコンフィ UI を使っていますよ。私も勉強中ですが、とっても奥が深くて面白いです。これをきっかけにしてアニメーション沼にはまってください。今回はまず最初にコンフィ UI でアニメイトジフを使う簡単な方法を解説しますね。その後でステーブルディフュージョン WebUI でも使っていきますね。最後にそれぞれのツールでのモジュールの違いによる動画の違いを確認していこうと思います。コンフィ UI をすでに使い慣れている方とコンフィ UI を使う予定のない人は、タイムラインを使って前半ページを飛ばして後半のステーブルディフュージョン WebUI の情報とモーションモジュールや各種設定での動画の比較を見てくださいね。今後おそらく Siri プロンプトトラベルでも対応してくると思います。ではコンフィ UI の使い方を見ていきましょう。コンフィ UI のインストールとコンフィ UI マネージャーのインストールについては、以前私が紹介したコンフィ UI を使ったステーブルビデオディフュージョンの使い方の動画で確認してください。チェックポイントやローラなどをステーブルディフュージョン WebUI から呼び出す方法も解説していますよ。リンクは概要欄ですよ。とっても丁寧にまとめていますので、コンフィ UI の導入に最適です。今日はコンフィ UI とコンフィ UI マネージャーはインストールできているという前提で始めていきたいと思います。まずここにコンフィ UI の画面が立ち上がっているのですが、これはロードデフォルトを押した時に現れる一番最初のデフォルトのグラフになります。この一つ一つのボックスをノードと言いますが、このノードの組み合わせをグラフと言います。ノードをつなげている線はリンクですね。アニメイトジフのグラフを最初から作るのはちょっと難しいので、基本的には公開されているグラフを取り込んで、それを見ながら少し理解するという方向で勉強していくのが一番効率的だと思います。今回は私がグラフを用意しましたよ。概要欄からダウンロードしてね。基本的なことだけに絞ったビギナー用のグラフを使って解説していきます。メンバーの皆様にはハイレゾアップスケール、フェイスディテイル、プロンプトトラベル、IP アダプターにも対応しているアドバンス用のグラフを作りましたので、コンフィ UI を頑張ってみようと思われる方はダウンロードして使ってみてください。IP アダプターはデフォルトではリンクが外れているので、
チェックポイントからアニメイト GIF の間に自分でつなぐ必要があります。使い方に関してわからないところはメールや X などで相談してください。説明用に何も入っていない Confi UI を用意していますので、アニメイト GIF を動かすところまで一緒にやっていきましょう。ダウンロードした JSON ファイルを Confi UI の画面にドラッグ&ドロップしてください。そうすると警告の文字が出現して赤いノードがたくさん出てくると思います。赤い部分が不足しているノードになりますので、Confi UI マネージャーを使ってノードをインストールしていきます。Confi UI マネージャーを開いて、インストールミッシングカスタムノーズをクリックすると、必要なノードのセットがずらりと並びますので、左側のチェックボックスに全てチェックを入れて、右側のインストールボタンのどれかをクリックします。そうするとチェックをした必要なノードがインストールされます。しばらく時間がかかりますので待ちましょう。インストールが終わると再起動を促すリスタートという文字が出ますので、念のために一度コマンドプロンプトから再起動しましょう。そうすると赤いノードがなくなっていると思います。もしも赤いノードが残っていれば、Confi UI マネージャーからアップデートオールをクリックしてみてください。次に必要なモーションモジュールをダウンロードしましょう。概要欄にあるサイトから V3 のモーションモジュールをダウンロードしましょう。このファイルですね。また V3SD15 アダプターもダウンロードしましょう。これが V3 の動きを制御するローラになります。モーションモジュールは Confi UI フォルダの中のカスタムノーズフォルダの中のアニメイト GIF エボルブドフォルダの中のモデルズフォルダの中に入れましょう。 V3SD15 アダプターは通常のローラと同じ場所に入れましょう。 V3 関連のモデル以外は Confi UI マネージャーを使ってダウンロードできます。 Confi UI マネージャーからインストールモデルズを選択してください。右上のボックスにアニメイト GIF と入力してサーチボタンを押すと関連のあるモデルの一覧が表示されます。モデルをインストールするとダウンロードして指定のフォルダにファイルを入れてくれます。勝手に必要なフォルダに入れてくれるのは便利ですね。 V15 の V2 はこちらからインストールしますね。その他に画面を左右上下などに動かしてくれるモーションローラも選択できますね。あと今初めて気がつきましたが、32フレームで学習されたモデルがありますね。これもインストールして比較していきましょう。アリスの計画のなさがすごいですね。インストールされるとインストールドに変わっていますね。これで Confi UI でアニメイト GIF を使い、いろいろなことができますね。結構簡単でしたね。そうなんですよ。ノードの知識は必要ないですよ。新しいグラフを使うときはいつもこの手順です。グラフはいろいろなところで公開されています。公開されているグラフのファイルをドラッグ&ドロップして Confi UI マネージャーで足りないノードをインストールしていけばよいのですね。そうです。単純な作業です。では早速アニメーションを作っていきましょう。新しいモデルを入れたときは一度画面を更新してくださいね。ロードチェックポイントのノードからチェックポイントを選択しましょう。まずはアニメ系を作りたいのでメイナミックスのバージョン11を使っていきます。 512×768 の画像でフレーム数が32の画像を生成して比較していきます。 VRAM が少ない人は小さなサイズを選択してください。エンプティレイテントイメージノードに画像のサイズを入力。バッチサイズが動画のフレーム数になりますので32を選択します。最初は V15 の V2 モデルで動画を作りますのでアニメイト GIF のノードのモデルから V15V2 を選択します。 V15 の V2 モデルを使うときは Apply V2 モデルズプロパティを True にしておきます。プロンプトを記入してKサンプラーからステップ数 CFG スケールなどを選択します。今回はご覧の通りの設定にしますね。このグラフにはローラを入れることができるノードが2つあるのですが、こちらのノードは通常のローラを入れるノードになります。このノードにはスイッチがあるので使わないときはオフにしましょう。ローラが3つまで選択できますね。そしてこちらのローラノードは V3 用のモーションを制御する目的ですので
V3SD15 アダプターを選択しておきましょう。スイッチは今はオフにしておきます。では画像を生成しましょう。モーションローラは今回は使用しないのでノードのリンクを外しておきます。フォルダにモーションローラが入っていない状態でリンクをつないでいるとエラーになりますよ。旧プロンプトをクリックします。しばらくすると動画が生成されてきます。初回の生成はモデルのダウンロードが入りますので少し時間がかかります。動画は後で他のモジュールと比較しましょう。このサイズのアニメーションであれば VRAM6GB でも作成できると思いますよ。アッパーボディなどのプロンプトで人物を大きくすればアップスケールなしでも十分綺麗なアニメーションが作成できると思います。次に V3 を使ってみましょう。アニメイトGIFローダーノードから V3 モデルを選択。アプライ V2 モデルズプロパティをフォールスに変更。まずは V3 アダプターは使用せずに画像を生成します。アリス、使い方はこのくらいにしておいて早く動画を比較しましょうよ。そうですね。チェックポイントやシード値やその他の設定は全て同じで V15 のバージョン2 V3 プラスモーションアダプター32フレームバージョンのモーションモジュールで動画を比較しましょう。比較画像は 1.5 倍のアップスケールとフェイスディテイラーを適用してあります。コンフィ UI のフェイスディテイラーはアニメイトGIF用に組んであるのでフリッカーが出ませんよ。それは良いですね。まずはメイナミックスを使ってアニメ系の画像を生成していきます。プロンプトと設定はご覧の通りです。では動画を比べてみましょう。どれも構図つけがたいですね。そうですね。 V3 のローラを使うと動きはおとなしくなりますが画質がぼやける傾向がありましたね。32フレームで学習されたモデルは画像が縦に引き伸ばされた感じがありますね。そうですね。正方形限定でしょうか。コンフィ UI のアニメートGIFは全体的に若干ぼやっとした画像になりがちですね。次に実写系のアニメーションを作ってみましょう。チェックポイントをドリームシェイパーバージョン8に変えてプロンプトを少しだけ書き換えます。あとは同じ設定です。こちらが画像になりますが V3 のローラなしはかなりアニメーションが乱れていますね。一瞬不自然に後ろを向きますね。ローラありの方は動きは自然ですが画像がぼやけますね。かなりぼやけちゃいましたね。ロング MM30 には動きは自然ですがやっぱり比率がおかしくなっていますね。次に実写系でフリー U を適用して DPM++SDE カラスにしてみましょう。512×512 の動画で比べていきますね。まずロング MM30 には画像がかなりぼやけていますね。そして V3 のモーションモジュールはローラがないと動きが乱れますがアダプターローラと一緒に使うとかなり良い動きになります。ただしアダプターローラを使うと画質がかなり乱れるのが問題ですね。これはモーションモジュールとアダプターローラの問題ではなくアダプターを適用しているローラのノード自体に問題があるのかもしれません。今後専用のノードが出てくるかもしれませんね。全体的にアニメイトGIFのポン出しではコンフィ UI はあまり良いところを見せられませんでしたね。やはりコンフィ UI は新しいものを試すかコントロールネットやマスクなどを使用して複雑なアニメーションを作る方が向いていそうですね。では次に V3 モジュールに対応したばかりのステーブルディフュージョン WebUI アニメイトGIFを使っていきましょう。新しいモーションモジュールを使うためには WebUI を最新のバージョン 1.7 にアップデートする必要がありますよ。またエクステンションズタブからアニメイトGIFをアップデートしてくださいね。チェックフォーアップデートとアプライ&リスタート UI ですね。こちらの使い方は本当にとっても簡単です。新しいモーションモジュールをステーブルディフュージョンのエクステンションズフォルダの中のアニメイトGIFフォルダのモデルズフォルダに入れるだけです。新しいモーションモジュールを入れたらここの更新ボタンを押すと選択できますよ。選択してイネイブルにチェックを入れてプロンプトなんかを入れてジェネレートボタンを押すだけです。本当に簡単ですね。こちらではロング MM30 には対応していませんでしたので V15V2 と V3 のローラなし
V さんのローラありの3つを比較していきますね。コンフィ UI との比較も楽しみです。画質はこちらの方がかなり期待できますよ。V さんのローラの注意点ですが、オリジナルのアニメイト GIF のサイトのリンクからダウンロードした V さんアダプターの CKPT ファイルはステーブルディフュージョン WebUI ではうまく働かないようです。アニメイト GIF ステーブルディフュージョン WebUI のサイトのリンクからダウンロードサイトに入って MMSD15V さんアダプターのセーフテンサーズファイルを使用してください。まず最初はドリームシェイパーでリアル系の女性の画像を生成してみましょう。画像を良くするためにフリー U も使用しています。設定はご覧の通りです。リアル系はハイレゾフィックスで 1.5 倍にアップスケールしてリアクターで顔を整えています。どれもコンフィ UI よりも画質はかなり良いですね。動きに関してはどのモジュールもまずまず良いですね。 V さんのモーションアダプターローラを使うと動きは控えめになりますが、かなり安定した動きになりますね。そうですね。このローラはかなり強力に動きを制御しているようですね。 V2 と V3 の違いですが、画像の色合いが V2 では黄ばんだような色になっていますが、 V3 では静止画を生成した時と同じような綺麗な色になっていますね。そして V3 アダプターローラを使うとやはり暗い画像になっていますね。本当ですね。この色の違いはかなり大きいですね。アニメイト GIF はいつも色が暗くなるのが悩みでしたので V3 モジュールの色合いは嬉しいですね。ローラーありの画像が暗いのでローラの強度を 0.5 にしてみました。 0.5 にすると少し明るくなりますね。柄が転がって出てきましたよ。面白いですね。手足の動きなんかは安定していますね。この辺りは画像の動きと色との兼ね合いで調節が必要なようですね。次もドリームシェイパーでナチュラルメイクの女の子にしてみますね。設定は先ほどと同じです。動きを大きくするためにプロンプトにはダンシングを入れていますよ。動画の動きは V2 の方が好きな方もいるかもしれませんが、やっぱり画像が黄色くなっていますね。 V さんの方が色合いが綺麗ですね。V さんはローラを使うとかなり動きが安定しますね。そうですね。ただし画像はかなり暗くなってしまいますね。 V2 よりも暗くなっている気がします。今度はローラの強度を 0.3 にしてみましたよ。動きは少し落ち着いて色は暗くなりませんでしたね。一瞬手がおかしな感じになりましたが、なかなか良い動画になりましたね。次はアニメ系を見ていきましょう。メイナーミックスのバージョン11を使っていきますね。ソードアートオンラインのアスナさんに動いてもらいましょう。設定はご覧の通りです。動きはみんな落ち着いていますね。さっきと同じで色合いは V さんの方が明るいですね。アニメ系も V さんのモーションアダプターローラを使うと画像が変化しますね。そうですね。落ち着いた動きになっていますね。ただし画質は少しぼんやりとして線が細い絵になりましたね。こちらもローラの強度を少し落とした方が良いかもしれませんね。ビキニのアスナさん、かわいいです。次は鬼滅の刃から胡蝶忍さんに動いてもらいましょう。こちらも V2 と V3 で色合いが変わりますね。動きは V さんのローラなしだと少し不自然な動きが多いでしょうか。今回は V2 と V3 のどちらが良いかは好みが分かれそうですね。そうですね。 V2 もなかなか良いですね。では最後にスパイファミリーの夜さんに動いてもらいましょう。設定はご覧の通りです。かなり長いプロンプトですね。動きに関しては V2 や V3 のローラなしだと急激な動きや服装の変化などがありますね。 V3 のローラありは動きは小さいですが安定したアニメーションと言えるでしょう。色が全体的に少し赤みがかっていますのでもう少しローラの強度を低くしても良いでしょう。夜さん綺麗ですね。さて本日はアニメイト GIF の新しいモーションモジュールである V3 モーションモジュールとその動きを制御する V3 アダプターローラの使い方とその性能を比較していきました。アニメーションは一つ一つの検証にかなり時間がかかりますのでこの動画が役に立つと思います。まとめると
V3 モジュールは動画の色合いが綺麗になっていることと、強度低めの V3 アダプターローラを使うことで安定した綺麗なアニメーションを作ることができるようです。コンフィ UI よりもステーブルディフュージョン WebUI のアニメイト GIF の方が画質は良かったですね。コントロールネットやマスクなどを使ってアニメーションを極めたい人はコンフィ UI を、とりあえず綺麗に動かしたい人はステーブルディフュージョン WebUI を使うと良いでしょう。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。歩いてる